皆さんこんにちは。ウォーレン・バフェット決まる田中です。ということで今日のテーマは、手放したい10の浪費っていうことで、お送りします。ウォーレン・バフェットさんですね。ウォーレン・バフェットさんの言葉みたいなものですね。で、ウォーレン・バフェットさん、皆さん知ってると思うんですけど、バークシャー・ハサウェイの代表であり、資産が20兆と言われています。だいたい20兆ぐらい。146ビリオンダラー。で、彼はその雪だるま式にね、資産を作り上げてきたわけですけども、そんなね、お金持ちの人の言うことが、私みたいな庶民に全く関係ないだろうって、思いますよ、私も。だから、ウォーレン・バフェットと同じことやってもしょうがねえだろうって思いますよ。でもね、意外といいこと言ってんすよね。意外とね、使えるようなためになること言ってるんですよ。なので今日はそれをね、10個紹介していきたいと思います。手放す浪費ですね。だから手放すもの。これはやめた方がいいっていうものを10個紹介する。はい。1つ目。低価値の投資。こういうことを言っています。バフェットは、最も重要なのは自分自身への投資だっていう話をしています。これはだから意外な言葉ですよね。ポジショントーク的なところももちろんあると思うんだけども、バフェット式っていう風に言われる、もので有名なのは、最も重要なのは、今日最も賢く就寝することだって。寝ることだって言ってるんですよ。一番大事なのが。お金じゃないって。まずは、寝ること。最も賢く就寝することが大事だ。こう言ってるんですよね。これはまさに自分への投資ですよね。だから他に投資する前に自分に投資しろって言ってるんですよね。さらに、バフェット氏は、1日の 80% を読書に費やするって言われてます。読みすぎじゃない？本読みすぎ。80% ってさ、残り 20% 何してんのよ。ご飯とか食べててか、80%、多分、睡眠を除いてたと思うけど、最初にそのめちゃくちゃね、体大事に、寝ること大事にしてるって言ってるわけで、睡眠さすがに除いてるとは思うけど、それでも 80% って読みすぎじゃない本。で、1日に500ページ読むって書いてるんですよ。でね、500ページってなかなか読めないですよ。で、大体、僕も本読む方ですけど、1日に80ページとか100ページかな。小説でも100、120ページぐらいで結構読んだなっていう感覚にはなりますよ。多分2、3時間になるんじゃないかな。しっかり読むとね。それをね、80% 費やして500ページ読んでるわけですから、むちゃくちゃだから自分に投資してるってことです。で、その時間が大事ってことです。で、しかもそれが高付加価値であるから、つまり、そういう他の変な商品に投資するよりもまず自分に投資しなさいっていうふうにバフェットは言ってるんですね。これがまず一つ目。はい、続いて手放したい浪費二つ目はクレジットカードの借金っていう話をしています。はい、バフェットさんは60年代にアメリカンエクスプレスの、クレジットカードを1枚だけ取得したみたいです。でも、ほとんど使わず、大きな買い物の時は多分使ってると思うんですけど、ほとんど使わずに 98% を現金で支払ってるらしいです。これ本当かどうかなわかんないですけどね、今はね。もう今90歳超えてるんで、もはやそういうお金を使う機会っていうのは生活の中でないのかもしれないですけど、もう全てがね、完結してるっていうか、いろいろサービス的なものであると思うんで、でもね、言ってることとしては、とにかくクレジットカードの借金をやめろってこと。で、それはリボ払いですよね、主にね。リボ払いは絶対ダメだし、でもクレジットカードって基本的に先払いすることだから、それで決済すること自体が、借金って言えば借金なんですよね、厳密にはね。決済のタイミングと支払いのタイミングがずれてくるんで、つまり未来のものを今買ってるってことだから、借金ではあるんですよね。どんな買い方にせよ。で、バフェット氏は 98% を現金で払ってる。だから意外と現金を使う人だっていうこと。で、それが意外とその浪費の防止になるっていうことを話しています。はい、手放したい浪費3つ目は質より量ってことです。で、これだからつまり量よりも質を取れってことですね。質が大事だってこと。クオリティが大事だってことです。で、こんなこと言ってます。公正な会社を素晴らしい価格で買うよりも、素晴らしい会社を公正な価格で買う方がはるかに良いって。これいい言葉ですよね。公正な会社を素晴らしい価格で買うよりも、素晴らしい会社を公正な価格で買う方がはるかにいいと。だからまずその会社があって、会社のいい会社っていうものがあって、それを
公正な価格で買う方が長期的に見たらメリットがある。ってことなんですね。投資的にはね。だから、もうちょっと噛み砕いて言えば、安いからと言って買うなってことですね。安いからと言って手を出すなってこと。で、これはもう確かにその投資だけじゃなくて、いろんなことに言えるなと思いますよね。やっぱりその服とかもそうだし、食べ物とかもそうだし、なんか安いからって言ってどんどん飛びついていると、長期的に見たときにそれは利益にならないっていうこと。そういうことを話しています。質よりも量という思想を手放す。つまり、量よりも質を取れってこと。クオリティを取っていけっていうことですね。はい、4つ目です。不必要な支出を手放す。はい、不必要な支出。で、これで例に挙げられているのは、バフェット氏は、2020年に iPhone を買うまでは、20年間折りたたみ式の携帯を使っていたっていう。そういう逸話があります。で、これ多分実際そうだと思うんですよね。多分事実だと思うんですけど、もう20年間だからもう iPhone じゃなくてずっとパカパカを使ってたと。で、年間、しかも電話代というかそれにかかってたお金が20ドルだっていうふうに言われてるんですけど、多分20ドルっていうのはその電話代ではなくて、いわゆるその端末代だと思いますね、多分ね。年間20ドルの、いわゆる、だからその電話の、パカパカの電話が多分20ドルだったってことだと思うんですよね。ちょっと、本当の解釈っていうか、そこちょっと事実はちょっとわかんないんで、ちょっとそこは置いといて、置いといても、とにかく、不必要なものをだから買わない。なんかすぐやっぱり iPhone ってアップデートされるから、こうどんどんね、iPhone だけじゃなくていろんなそのガジェットをね、毎年買わなきゃいけないっていう風になるんですけども、それを不必要だとバフェット氏は捉えているってことです。だから使えればいいっていうスタンスですね。使えればいいっていうスタンスであれば、もうそれでいいと。で、それ以外のものは意外と不必要な支出なんじゃないかっていうのを自分の中でもね、確かめてみると意外とそういうものが出てくると思います。これは結構なるほどなと思いましたね。で、これはいろいろ節約の文脈で言われることだと思うんですけど、バフェット氏も同じようなことを言っていて、使った後に残るものを貯蓄するのではなくて、先に貯蓄をして残ったものでやりくりしろっていうふうに言ってます。これはもう、だから先取り貯金ってことですよね。先にもう取っておいて残ったもので生活しろと。で、それでだから、ね、新しい電話とか新しいガジェットが買えなければもうそれでいいじゃないってことを多分言ってるんですよね。はい、手放したい10の浪費5つ目は新しい車です。バフェット氏は新車を買う代わりにもう必ず中古車を買うっていうふうに言ってます。で、これは新車というのは買った瞬間に初年度で価格が 20% 下落するから。これですね。で、これも家も一緒だと思うんですよね。家も全く同じだと思います。だから買った瞬間に価値が下がるものは買わない。で、逆にその初年度を過ぎれば全てが割引価格になるのだから、そっちに、その車に乗ればいいっていう考え方をしているようです。あとね、裏話で、これを語ってる理由っていうのは、そもそも運転をしないっていうこともあるみたいですけどね。彼の場合は。だからそもそも自分で買っても、あんまり運転をしないから、全然中古車でいいやっていう風な、そういう考え方もあるみたいです。はい、6つ目です。6つ目は、定価の購入。定価での購入を手放すってこと。はい。これね、結構面白いエピソードがあって、ビル・ゲイツさんいますよね。で、ビル・ゲイツさんと何かでバフェット氏が会った時に、なんか食事しようってなった時に、ファーストフードに行こうってなったらしいんですよね。どっちが言ったかわかんないですけど。で、ファーストフード屋に行った時に、もうじゃあここは私が払うよってバフェット氏が言って、そして出したのがクーポンだったっていう。で、これにビル・ゲイツ氏がすごい感銘を受けてね、バフェット氏もクーポン使うんだみたいな。そう、びっくりしますよね。そんな大富豪がね、ファーストフード店に行って、いきなりアクドナルドとかでもうクーポンを出すわけですよ。クーポン使うんだみたいな。だから、そういうことが全て生活に染み込んでるってことだと思うんですよね。だから定価では買わないっていう意識を常に持ってるってこと。これすごいなと思いましたね。ビル・ゲイツが呆れたらしいですけど、でもね、本当に教訓があるというか、だからやっぱ自分でも、やっぱそういうふうに、なんかそういう2、300円とかのものだったら、もうそのままいいやってなっちゃいますよね。大体の人は。自分もそうですし、なんか、金額が低ければ低いほど、なんかいいかなっていうふうにやっぱ使っちゃってるんですよね、日頃から。だから大きなものは、大きな金額の時は結構いろいろ価格を気をつけたりとか、定価で買わないような工夫をするとは思うんですけど、小さいものに関しては全然気にしてないっていうか、のがあるんで、でもバフェット氏は小さなも
もうファストフードのチェーン店の食事でさえクーポンを出してるっていうね。そういうやっぱ細かいところが大きな資産を築くことになってるってことなんですよね。はい。ということで、その6つ目が定価購入を手放しましょうってことです。はい。手放したい浪費。7つ目は定期的な夜遊びです。バンドの方じゃないですよ。夜遊びね。夜遊ぶことね。で、バフェット氏はもうほとんど質素な生活をしながら夜遊びはしなかった。夜遊びはしないと言われています。で、これもね、面白いエピソードがあるんですけど、アリス・シュローダーさんっていう人が書いてる、バフェット氏の伝記ですね。本があるんですけど、ザ・スノーボール、ウォーレン・バフェットと人生のビジネスっていうね、そういうタイトルの本があるんですけど、その中で、バフェット氏がこう言ってるらしいです。ハムサンドイッチを50日間連続で毎日朝食に食べることができました。で、これはだからどういうことかというと、50日間夜遊びしてないってことを多分言ってると思うんですよね。だからハムサンドイッチを毎朝50日間連続で食べれましたってことを言ってるっていうのは、だから毎朝起きてるってこと、ちゃんと。でも、これね、なんかその50日間連続でハムサンドイッチを食べることが健康にいいかはわかんないですよ、これは。でも、とにかく夜遊びをしないから毎朝朝食を食べられてるんですよっていうこと。50日間連続でね。その51日目に夜遊びしてるかもしれないけど、そういうこともあって、つまり、定期的な夜遊びを手放しましょうと。浪費を防ぐためにはね。これはもう当たり前のことっちゃ当たり前ですよね。やっぱり夜遊びっていうのは結構一番お金がかかるようなね、部分ではあるんで、それを手放して、朝をちゃんと迎えることによって、浪費が少なくなりますよってことを話しています。4つ目は、機械の無駄を手放すってことです。で、これはだから、逆に言えばだから機械はもうすべて使えってことですね。を言ってますね。で、バフェット氏はね、初期の頃、副業を始めて、最初新聞配達やったりとか、あとは中古のゴルフボールの販売をやったりとか、あと車の清掃ですね。パフ磨きなんかでお金を稼いでたらしいです。だから、お金を稼げる機会っていうのをすべて利用していたってことですね。だからその機会が見つからない、次の仕事が見つからないときは今度自分で仕事を作り上げるっていうことをしていたようです。だから機会を無駄遣いせずに、どんどんいい機会を取っていこう、使っていこうっていう風なスタンスでいるっていうことです。はい、手放したい10の浪費。9つ目は、ギャンブルです。これはもう説明することでもないですよね。もうギャンブルはやっぱり出ていきますね、お金がね。当たればいいですけど、なかなか毎回当たるわけではないんで。はい、ギャンブルを手放す。で、バフェット氏は結構ギャンブルを嫌ってるみたいで、2007年のバークシャーハサウェイの株主総会で、ギャンブルは社会反乱だっていう発言をしたらしいですね。で、不謹慎ではないけども、かなりの程度、ギャンブルというのは無知に対する税金だ。っていう話をしたと言われています。特にね、余分なお金があったりすると、もちろんそのお金がなくてギャンブルに走るっていうこともあると思うんですけど、なんかちょっとお金余ってるからギャンブルに使うかっていうね、人も多いと思うんですよね。あれはそのゲーミフィケーションっていうのかな、ちょっとゲーム感覚もあるから、自分のその楽しみにもなったりするから、余計に危ないんですよね。それにどんどんハマっていってお金を使ってしまうというね。だから、そこを回避することによって、どんどん資産が蓄積されていくっていう話をしています。はい、手放したい10の習慣。10個目、最後なんですけど、最後は収入を超えて生きるってことです。はい。これも、納得できますね、すごくね。買い物をしていて、本当に必要なものが見つかった時、欲しいものが見つかった時に、それが本当に自分にとって必要なのかっていうのを自問してみる。で、それが自分のその生活レベルとか生活費とか、あるいは収入を超えていないかっていうことを確認してみる。バフェット氏のエピソードでは、2009年のね、エモリー大学で開かれた会合で、自分の目標は人々を羨ましがらせないことっていうふうに言ったらしいです。だから自分のことを羨ましいって思わせないってことを目標にしているらしいですね。彼はね。で、さらにその学生たちに話したのは、健康や愛は買えない。健康や愛は買えない。生活費と生活水準を混同しないようにっていうふうに警告したらしいです。だから生活費と生活水準っていうのは違うんだっていうことですね。これくらいのその生活水準だったとしても、生活費っていうのは抑えることもできるし、上げることもできるってことなんですよね。ちょっとこの間、少し前のね、動画でも話したと思うんですけど、生活のライフスタイルのインフレをさせないっていうね。ライフスタイルのインフレをさせるかどうかは自分次第っていうこと。だから水準があるにしても、そのお金を使わないで、生活もできるし、お金をバンバン使っての生活もできる。だから、それを
混同してはいけない、一緒にしてはいけないですよと。それをもう別々に考えて、なるべくコストを抑えて生活した方がいいですよっていうことを語ったというふうに言われています。健康や愛は買えないっていう言葉、いいですよね、やっぱね。ラッパーのね、コウも言ってます。お金よりも愛って言ってますけどね。もうあれとも、だからコウとバフェットはほぼほぼ同じこと言ってるってこと。だからバフェットもヒップホップの可能性あるってことです。これは。バフェット氏もね。お金よりも愛って、コウも言ってるでしょ。だから、そういうところで、収入を超えて生きることはやめましょうっていうふうに言っています。はい、ということで今日はウォーレン・バフェット決まる田中流、手放したい10の習慣ということでお送りしてきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、お知らせなんですけど、最近、YouTube のメンバーシップと Discord コミュニティを開設しました。YouTube のメンバーシップでは、月1回のライブ配信と過去のライブ配信のアーカイブ、そして、Discord コミュニティへの参加券を得られます。特典として付けています。興味がある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、インスタグラムもやってますので、ちょっと違う体験をしたい方は、ぜひ行ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。